今中国が世界でもGDP がこう世界で、日本を抜いて本当にトップ5とかに、入ってで、どんどん経済発展を中国がしてるんですけど、その経済発展をして今まで叶わなかったことが経済的に環境的に物質的に豊かになっていくので、いろんなことがお金の力、経済力、環境の力によってこう思ってたことが達成できるっていう社会になったんですね。でと同時にそこに非常にその精神的な人間としての精神的な成長の甘さっていうのが同時に際立って出てきてるんですよ。例えば日本で、高齢者の問題とか福祉の問題とかいろいろあるんですけど、中国行くともっとですね、抱えてる人口が多いし、高度成長のスピードが日本の昔のそれよりもさらに速いので、そういう中で、女性の社会進出っていうのも日本以上にすごく大きなテーマになってるんです。で、女性の理想的な姿として若い人の中で仕事ができて、経済力があって自由になるお金があって子供なんですよ。女としてのプライドというかね、やっぱり子供を取るか、家庭を取るかじゃなくて、仕事も子供も子育てもしてるっていう状態ね。で経済的に自立してて旦那にいざとなったら頼らなくていいっていうのがかっこいい理想の女性の姿として、日本もそういう部分はあるかもしれないですけど、で、以前 NHK でそういう番組を特集でやってたんですけれども、中国人は結婚しても働くっていうのが当たり前な社会なのでこう結婚したら家庭に入るっていうことではないんですけど、昔よりももっと強烈に男に頼らずに仕事ができるよねっていうことで、経済力もあるよね。でもこう女として結婚して子供も育ててるよねっていう。なのでそこが逆にこう一つの女性のかっこいい女性の理想像として先立ってしまって、その仕事をして稼がなきゃ、そして子供を作らなきゃということが一つの強迫観念になってるんですよ。だから当然生きていくために仕事はしなければいけないけれども、その仕事をして稼いで、おしゃれもして欲しいものも買えて自由も持てて、で、さらに女としてのそのプライドとして子供も持ってる。要するにこう自分の頭の中で、あるいは社会が作った理想のイケイケのかっこいい女性像に当てはまろうとして自分が努力しているっていう人間像になってるんですね。だからこう仕事っていうことも一つの自分のステータス、言葉を言い換えれば欲だし、子供を欲しいっていうのも欲になっちゃってるんです。だから強烈な自分の欲に対して、それを追い求めに必死になってるっていう姿です。だから本当にこう例えば欲しいものはこれとこれとこれよねって。で特に中国の女性ってはっきりしてるので、日本の女性よりもはっきりと物事を言ったり考えたりして、なので、ハワイに旅行に行きたいねって言ったらハワイに行く、グアムに旅行に行きたいねグアムに行くっていうと同じように、結婚とか仕事っていうのが一つのその社会的にそれをやってる女性がかっこいいっていうその理想像を体現してるっていうことによって、みんなに素晴らしい女性だとかそう見られるっていうことが目標になっちゃってるっていうことね。
だから女として子供も結婚してほしいよねとか、当然やっぱり仕事も今は男性になかなか日本も頼れない社会なので、旦那さんのお給料に当てにするだけじゃなくて、自分も女性として社会進出して、仕事もこうしながら、お金も自由になるお金があってとかね、そういったことが理想的にこう思って、もう本当子供のこと仕事のことってすごくやっぱりこう悩んでる女性っていうのもいると思うんですけど、もっと強烈にそれをその内面にある自分の欲望っていうものを丸出しにして、それがあからさまに出て、非常にこう、一見っていうぐらい子供が欲しいのよ、結婚したいのよ、仕事してお金も欲しいのよ、自由も欲しいのよっていうのをもう本当にあからさまにして生きてるっていう姿が、中国の人とかはもう本当にドンと表に思い切ってそれを出していくので、日本の場合それがこうそういう欲望がありながら、なんとなくそれをこう丸くオブラートで包んでやってるので見えにくいんですけど、何が言いたいかというと、その中国の今の女性像ですよね。女性の姿、いいとか悪いとかは別として、実は日本人も同じような感じで、ただそれがちょっと弱いっていうだけなんですね。子供が欲しいっていうのも欲だし、それからなんか結婚したいっていうのも欲だし、仕事をしてお金を稼ぎたいっていうのも自分の欲なんですよ。なんでって言った時に特に理由はないんですよね。だから一つなんかね、男の子が今はどうかな分かんないですけど、昔男の子が中学生ぐらいになると背伸びして大人の真似をしたくてタバコを吸ったりとか、ね、でその男に見られたいとかね、でお酒を飲んで、ね、見せたいとかで、ある程度の年齢になってそういった中学生を見ると、なんかこう一生懸命背伸びしてるねって、ね、タバコ吸ってみてね、まだ身長も小さいし学生服もダボダボな状態で、どう見てもまだ子供なのに一生懸命こういうふうにしてタバコとか、ね、やってる姿がなんかかっこいいっていう。でそれを見た時になんかねちょっとこう、かっこつけてんだねっていう感じってあると思うんです。ある程度の年齢になって中学生を振り返ってみた時に。で今結婚したい、仕事もバリバリやりたい、子供も欲しいって言ってる女性って、ちょっとタバコを吸うっていうのと同じところにこう例えをね、その例えと一緒にしちゃうとそんなんじゃないわって思うかもしれないけど、それが一つの欲として考えた時に一人前の女として、ね、なんかこう女性としてなんかこう大人になっていくとどういう女性が成熟した大人なのか、女性っていうのはどういうものなのか、この質問をしてくださった方の言葉に表れてるんですけど、女としての幸せって何なのかと、思春期ってそれが分からないでしょ。だから子供か大人か分かんないけど、大人に見られたい、だけど一生懸命俺のことを認めてくれ、非常に実は幼稚なところがもっとちっちゃいと幼稚なだけなんだけど、大人になろうとして一生懸命こう背伸びして、その大人っていうのもどういう大人かっていうことが本当の大人なのか、成熟した大人なのかってことが分からないがために、大人のやってることの真似だよね。オートバイ乗ってみたり車乗ってみたり、20歳にならないと許可されない、それも大人はそういう世界だと思う。お酒飲んでみたりタバコ吸ってみたり、これ全部大人はやってることでしょ。だけど中学生とかはそれを子供はやっちゃいけないっていうふうにして思ってるから、そこをこう破っていきたいわけですね。でそこで大人に見られたいし、自分は子供じゃないっていうことを認めてほしいしというだけで、タバコを吸うことに何の理由もないわけ。かっこよく見られたいっていうだけで。子供を作るにしても結婚するにしてもそうなんです。別に子供を作らなければいけないってことはないわけです。本来ね、子供できない人もいるし、それから結婚をしなければいけないってこともないわけです。世の中を見てみると結婚しないまま行く人もいるし、
最近はお坊さんでも結婚する人って出てきて、私自身も結婚してますけど、昔のお坊さんなんかは結婚しなかったわけだからね。だからそういう人もやっぱりいるし、けどこうやっぱりね、毎回毎回質問を受けて、それに対して答えてて感じるんですけど、こういうふうじゃなければいけないとか、こういうふうになっていくことが社会的に普通だよねっていうところに一生懸命自分が乗っかろうとしてる。だからこの方は今同棲をしてらっしゃって、男性がお付き合いしている男性がいると。その上で仕事をしている。いつ結婚するタイミングかわからない。で年齢も28歳になってきたから子供を産むこととかいろいろ考えていくとそろそろかなと思うんだけど、でもやっぱりいろいろと自分が子供をちゃんと産んで育てていけれるかっていう自信がないとか、あるいは経済的な問題もひょっとしたらあるから働いてるのかもしれない。だからなんていうんですかね、やっぱりこう社会から期待されてること、あるいは期待されてるわけじゃないだろうけど、社会でみんながそうやってる、みんなが今年流行りだからこういう服着てる、だから私も何色の、今年は白が流行りだからこういう白色の服を今年は買わなければいけないっていうような脅迫観念で結婚しなければいけない、子供を作らなければいけない、仕事もしなければいけないっていう、そういう感覚に追い込まれてるとしたら、それは違うよっていうことをまず伝えてあげたいなと思うんですよね。でその上で結婚にしても、結婚をちょっとね、今仕事と結婚っていう時に結婚っていうものがちっちゃくないから悩むんだと思うんです。全然結婚したくなければ全く結婚するとかしないとか、仕事をどっちを取るとかってことも悩みにならないんだけども、なんとなく漠然としてその生理的なものもあるんだと思うんですよ。僕は女の人じゃないのでわからないですけど、ある一定の年齢になった時にその女としての本能も多分騒ぐんだと思うんですけど、結婚したいのか本当にその人と人生を一緒に歩んでいきたいのかっていう問題もある。で今この人同棲してるっていうことなんですけど、結婚式をして結婚の婚姻届を出して結婚っていう形も一つ人間が作ったルール、勝手なルールというかね、都合なんですけども、でもそういったルールっていうものが、ルールというか、その社会の一つのね、枠組みというかねが全くないと、みんな私たちは自分で考えて自分で決断をして自分でいろいろな人生を自分で作っていくっていうことの教育をなされてないし、今までやってないので、大人になったつもりでみんな社会の慣習に従って生きてるっていう人の方が多いから、だからその上ででもなんとなく結婚式もしないのに同棲をするっていうこととかも今社会的に風潮として当たり前になって、自分で決断したよりもみんなそうしてるから別にいいよねって流れでそうなってるっていう、非常にルーズな関係なのか、それとも結婚が許されないから同棲をしてるっていう状況なのか、それによってもまた違ってくると思うんですけど、基本的に